all things at once without thinking twice. And I knew it would 毎 catch 日 up 厳しい暑さが続いていますが、今回はそんな暑さも忘れる真夏でも涼しいハイキングスポットをご紹介します。目指すのは山梨県にある西沢渓谷。 never seemed to 真夏でも涼しいと聞いていましたが、その涼しさは想像以上でした。 this road that I am on. 東京から電車とバスで約2時間半、西沢渓谷入り口に到着しました。トイレ。ハイキングのお供に西沢渓谷名物のよもぎ餅を購入しました。10キロ行きます。バス停から本格的な渓谷ハイキングの入り口までは約20分。まずは舗装された道を歩いて向かいます。1周時間。このゲートから1周4時間のコースです。まだ足元はアスファルトで本格的なハイキングという感じではありませんが、周りは木々に包まれ、滝の音を聞いてるだけで涼しい気分になります。休憩所。バス停から歩いて約20分。ここに大きいおトイレがある。ようやく本格的なハイキングコースの入り口、寝取広場に到着しました。ここからは緑がさらに増え、いよいよハイキングらしい景色になってきます。こっちです。それでは今日歩くコースを紹介します。今回は1周約8キロの周遊コースを歩きながら、エメラルドグリーンの渓流を巡りながら、ちょっとしたアドベンチャー気分も楽しめるコース。まずは山の神様にご挨拶、そしてここでも熊に注意です。なんか下ってってる。ここからもうずっと水の音がしてるっていうのがいいよね。めっちゃ涼しい。滝のそば全然違うね、温度がね。川沿いを歩くと本当に涼しくてびっくりしました。そうだね、涼すわ。冷蔵庫を開けた時のようなひんやり感です。足がもう日が続くね。まだ序盤でこの涼しさ、本格的な渓谷に入るのがますます楽しみです。ここが渓谷じゃないのかまだ実は。あ、こっからなのかしら。ここにも滝沢渓谷の看板がありました。うん、こっからなんか山道になるって感じ。この看板から先は細く足元の悪い山道へ入っていきます。足元注意。あ、確かになんか足元注意だね。左側は崖になっていて、下を見ると吸い込まれそうな高さ。前を向いて慎重に進みます。橋。最初の見どころ、二俣吊り橋にやってきました。バス停から二俣吊り橋までは約 3.5 キロ、歩いて約40分です。橋の上からは穏やかに流れる渓流と深い緑が広がります。反対側に目を向けると、まるで水のカーテンのような景色も楽しめます。ここにも西沢渓谷の看板を発見。大きい看板なので記念撮影に最適です。はい。写真を撮ったら、ここからはさらに細い山道へ入っていきます。川は見えるんだけど、川に到達しないよね、なかなか。ここから急に下り坂。左手は崖で大きな石もあるので、足元に気をつけながら進みます。下るごとに道は細くなり、足元も岩肌に変わります。結構崖なのよね。足元が滑りやすいので撮影もブレブレです。これ雨の日の
次の日とかって結構厳しいよね。坂を下るとなんだか楽しそうな展望台が現れました。高台まで階段を登ってきたので何が見えるか楽しみです。おお、立ち木が見える。想像が膨らんでいただけに小さく見えましたが、風が吹き抜けて気持ちいい展望台でした。展望台を過ぎるとすぐに急な坂を下ります。結構な崖を急に下る感じ。急な下り坂は今まで以上に滑りやすくなっているので注意が必要です。やんない方がいいか。エメラルドグリーンじゃない。足元の悪い急坂を下ると目の前にエメラルドグリーンの滝壺が現れました。ここまで歩いてきたご褒美のような景色です。まるでソーダ水のような美しい色に思わず見入ってしまいました。バス停から歩くこと約40分、西沢渓谷を代表する滝の一つ、三重の滝に到着しました。滝壺周辺は今まで以上に滑りやすい場所です。特に小さなお子さん連れの方は足元に十分注意して進んでください。滝壺周辺は少し肌寒いぐらいの涼しさです。さて、ここから滝の上流に向かって渓流ハイキングスタートです。足元は岩場や濡れた場所が多いので滑りにくいトレッキングシューズがおすすめです。滑る。吸い込まれそうな美しい滝壺、この景色を眺めながら渓流沿いを上流へ進んでいきます。ここから七ツ釜五段の滝までは西沢渓谷で一番アドベンチャー気分を味わえる区間です。一気に近づいたね。ここからは岩肌に鎖が張られた少しスリルのあるルートが始まります。この区間は渓谷の涼しさや水の音を皆さんにも一緒に感じていただきたくて長回しでお届けします。岩の割れ目からきれいな湧き水が流れ出しています。激しく流れる渓流から吹き抜ける風がひんやりと心地よくて真夏とは思えない涼しさです。行きましょう。どれ？渓谷には自然が作り出した岩の形に名前を付けた看板がところどころにあります。これ？顔の形をした岩は今日は流れが激しすぎて激流に埋まっていました。大きめな岩が増えて渓谷の雰囲気も少しずつ変わってきました。渓流の流れも力強くなり、いよいよ上流へ近づいてきました。危険な鎖場を抜けると景色はさらにダイナミックに。雄大ね。
岩肌は足がつるつる滑ります。鎖を掴んでゆっくり進みます。手作りの橋を渡ると渓流に沿って山道が現れました。こちらは菩提淵。神秘的な雰囲気が漂う三沢渓谷の名所の一つです。山道を抜けると開放感のある場所に到着しました。ここで一休みするのもおすすめです。さらに先に進むと濡れた大きい石がゴロゴロ。慎重に進みます。想像していたより少しハードな道のりですが、何より渓流の音とひんやりした風を感じながら歩く時間は本当に最高です。今度はカエルの形をした岩があるみたいです。バス停から歩くこと約2時間、三沢渓谷最大の見どころ、七ツ釜五段の滝に到着しました。ここで渓流沿いを歩くアドベンチャーはひとまず終了です。ただ道幅も狭く、片方は崖なので慎重に進んでいきます。ここからは階段を上って休憩所を目指します。でもこの階段がなかなか大変。ハイキングコースのちょうど中間地点にある休憩所へ到着しました。トロッコ。ここはかつて木材を運ぶトロッコの終点だった場所。現在はベンチやトイレが整備された休憩スポットになっています。歩き続けてお腹もペコペコ。出発前に買ったよもぎ餅で休憩です。よもぎの風味がしっかりしていて想像以上の美味しさでした。そして喉越しのいい水羊羹も家から持参しました。美味しそうに見えるとこ。ね。しみるな。喉越しが良い。喉越しがいい。普通の水羊羹だけどね。そう。疲れた体に甘さが染み渡ります。まあ、これ冷えたやつかね。そう。でももう一個はしつこいような気がするんだよね。でもまあせっかくだから食べちゃ水羊羹が気に入ったようで、なんと2つも食べていました。こんなに水羊羹食べることある？う。ね。ちょっと小倉をもう一種類入ったやつを買ってるかったな。小倉とああ、こしあん。抹茶みたいな。ああ、抹茶みたいな。あ、そう抹茶みたいなのやつ。抹茶と小倉のやつね。うまい。いろいろ言ってますが、結局美味しかったようです。甘いものを食べて体力も回復。行きましょう。あと半分頑張って歩いていきます。 The moon is bright, the dreams are on your side. When the stars are lit, they try to catch your eye. It's the death. なんか整備されてるね。簡単だね、帰りは。後半は旧トロッコ道と呼ばれるコースです。緩やかな下り坂が続き、前半とは違って歩きやすい道になっています。この橋は少し揺れるのでちょっとドキドキします。橋を渡ると昔のトロッコ道の名残が続きます。地面には
今も当時の線路がところどころ残されています。なんかところどころにトロッコの線路が落ちてんのこれ。そうね。そう。舗装されているありがたさ。舗装された道のありがたさに実感。前半の険しい道とは大違いです。ついさっきまで歩いていた険しい道も振り返ると今ではいい思い出です。そう。そして喋れなくなってくるし。無言。前半のハイキングの振り返りをしています。なんか岩がさすごい切り立ってる石じゃん、まあ、丸っこくなくってさ、なんかちょっと足の踏み場がさどこに足かけていいか分かんなくなるんだよ。これは楽だわ。誰にそうだよね。とても涼しくて景色も美しい渓谷ハイキングですが、やはり長い距離を歩くと体には応えます。川べりを歩くのにそんな頻繁に歩いてる。そう疲れちゃう。渓流沿いの道は涼しくて景色も最高でした。まあ、景色がいいけどね。うん、涼しい。まあここも十分涼しいけどね。うん、渓谷から少し離れていても下から届くひんやりとした空気で涼しさを感じます。いや50キロだわ本当に。少しずつ視界が開けてきました。五大展望台はハイキングコースの最後の見どころです。青々とした奥秩父の山々を一望できます。大展望台を抜けるとついにフィナーレ。こちらね。さあこれでゴールでございます。最後の景色を楽しんでからゴールへ向かいます。ここまで来ればハイキングコースはほぼ終了です。橋の下は笛吹川が流れます。私たちはその上流をずっと歩いてきました。スタート時点のネトリ広場に戻ってきました。出発したばかりのことがなんだか随分前のように感じます。随分長い旅をしてきたような気分です。何時間だった？確かに4時間だった。休憩を挟みながらゆっくり歩いて約4時間。4時間3分。素晴らしい。入り口の案内に書かれていた通り、一周コースを4時間で回ることができました。今回は西沢渓谷を一周する渓流ハイキングをお届けしました。夏でも驚くほど涼しく、滝や渓流、深い緑に癒されながら歩ける夏にぴったりなハイキングコースでした。今回の映像を通して少しでも涼しさや渓谷の空気を感じていただけたらとても嬉しく思います。